ストレートネック、猫背、反り腰、姿勢に悩みがあったり、そこから引き起こされる体の不調があるときに、ネットにある動画を見て運動してみたことがある人はたくさんいると思います。でも、その時は良くなった気がしたけど、すぐに戻ってしまって、気持ちよく治らないなぁと思ったことがある人は意外と多くいると思います。でも大丈夫です。皆さんが動画を見て運動してみてもなかなか効果が出ない理由を説明した上で、今回の動画ではストレートネック、首肩こりにピントを合わせて、そこに効果のあるエクササイズをご紹介します。まず、なかなか治らない理由としては、一つ目に自分に合った運動ができていない場合があります。例えば、肩こりにはこれをしたらいいというような情報をよく目にしますが、人間の体はみんなそれぞれ違いますし、環境も違うので、同じ肩こりでも原因が本当にたくさんあります。例えば、ストレスなのか、筋力不足なのか、体を全く動かしていないために体の感覚自体が衰えていて、自分の体を把握できていないために緊張状態にあるのか、などが考えられます。これを解決するためには、評価というものが必要になります。いろいろな動作をしてもらって、その結果を記録していきます。そうすることで、その人の問題点が把握できるので、そこで初めて具体的に運動を選択することができます。これについては簡単なものはこれからこのチャンネルで紹介していきますが、もしお近くに信頼できる専門家がいらっしゃるのであれば、その方に相談してみるのも良いでしょう。2つ目に、ストレッチなどはしっかりやっているんですが、強化するような運動は全然やっていなかったりする場合です。同じ姿勢を長時間続けたことにより、特定の場所が強化され、特定の場所が弱くなっていたりする場合、だんだんと体がそれに適応していってしまって、その姿勢をより効率的に維持できるようになっていってしまうんですが、それを解決するためのストレッチはしていても、その状態をキープしていくために必要な筋力トレーニングをしていないという場合がよくあります。姿勢を良くしていく上で筋肉を強化するということも多くの場面で必要になります。なので、問題の箇所が分かった場合は、それに合ったストレッチ、そして強化するような運動をセットでやるといいということを覚えておいてください。それでははじめに、今の状態を確認しておきましょう。まず肩幅ぐらいに足を開いて、両手を後頭部に当てます。骨盤をある程度前に向けたまま、みぞおちから上の部分を回していきます。横の壁が正面に見えるくらいであれば、標準的な可動域と言えるでしょう。横の壁が正面に見えない場合は、柔軟性が乏しく、逆に後ろの壁が見えるくらいに回る場合は、柔軟性に寄りすぎていて、安定性を欠いている可能性があります。お腹の力が入っていないと、首と腰の動きに頼ってしまって、骨盤も一緒に回ってしまうので、息を吐いて肋骨を閉じて、体幹が安定した状態で行いましょう。壁が全く見えなくて焦った方も多いかもしれませんが、大丈夫です。ここからは先ほどの動作が改善しやすいエクササイズをご紹介します。四つん這いになり、背筋を伸ばします。脇の下から手を滑らせていき、地面から流れている音楽を聴きに行くような感じで胸を回していきます。背中から肩甲骨が離れていくのをイメージして、のびのび回してみましょう。背中がストレッチされているのを確認できると思います。通ったところを戻っていきながら、今度は胸を開く方向に回していきましょう。胸の前側が開いていくイメージをしながら回旋をします。5回ずつ行ってください。よく間違えてしまう点は、開始姿勢や動作を行う中で腰が丸まってしまっていたり、頭が下に落ちてしまっていたりすることがよくあります。手を滑らせていくときに肩が地面についてしまったり、体全体や骨盤が左右に流れてしまっている場合などもよくありますね。また、胸の前側を開いていくときに、地面側の手で地面をしっかり押していないと体が持ち上がらないので、開きにくくなってしまいます。
どうでしたか？かなり体が動かなくなっている人だと、先ほどの運動で胸を開いていくときに動きづらいっていう人がかなりいると思います。そういった場合のために、普段僕が指導によく使っている割と簡単ですが効果が出やすい運動も一つご紹介します。腰幅になって立ち、両手を耳に当てます。水平に上体をねじります。この時はおへそや骨盤も動いて大丈夫です。ねじった状態のまま正面側の肘を下に下げていき、反対の肘を上げていきます。この時にお尻を突き出すように股関節から上体を倒すのではなく、背中を曲げていくことを意識しましょう。背中がすごく伸びていると思います。10秒呼吸を続けたら、ねじったまま上体を戻していき、そこから正面に戻りましょう。2回ずつ行ってください。仰向けに寝て、膝を90度で両足をくっつけます。股関節を90度に曲げた姿勢を作ります。お腹の力を入れ、下半身が一つのまとまったパーツのように固定し、小さい範囲から上半身をねじります。だんだん動く範囲を大きくしていきます。10回ほどで大丈夫です。背骨が硬い人は顎が上がってしまう方が多いので、顎は引いて後頭部で地面を押しているようなイメージをしてください。腰を反った姿勢になりやすいので、しっかり肋骨を閉じて尾てい骨を地面から少し持ち上げているような力を入れる意識をしましょう。ちゃんと力が入っていないと両膝の高さが揃わなかったりしているはずなので、そこもしっかり意識をしてください。うまくいかない場合は、膝の間にクッションなどを挟んで行うと、お腹に力が入りやすくなるので、正しくやりやすいです。視線はしっかり真ん中をキープして、両方の肩甲骨が地面からあまり浮きすぎないように気をつけてください。正座で座って、息を吐きながら両手を前に滑らせていき、背中を伸ばしていきます。頭を高く保ちながら背骨を反り上げていきます。途中で手を止めて、息を吸いながら斜め上を見ていくように、もう一段背中を反ります。この時、体が硬い方は背中の上の方が少し痛く感じたりすると思います。息を吐きながらおへそを引き込むようにして背骨を下から上に積み上げて戻ります。5回ほど行いましょう。うつ伏せで寝て、両手は体側、両足はくっつけてつま先を寝かせます。地面に額がついている状態から息を吐き、胸椎を反らしながら上半身を浮かします。背中の筋肉が使われているのがわかるはずです。10秒キープしてください。3セット行いましょう。息を吐けていなくて肋骨が開いているとお腹の力を利用できないので、腰を反る動きになりやすいので注意してください。ある程度の頭の高さを出すことは大事ですが、高さよりも背骨を長く使うことを心がけてください。肩甲骨はお尻のポッケにしまっているようなイメージで、肩が上がったりしないように心がけましょう。正座で座り、両手を少しワイドめに置きます。背骨を上下に引っ張り合いながら、お尻を片方に置くのを2回ずつ行った後に、今度は両手の親指を結んで万歳をした状態で同じことをしてみます。正面の壁に自分の顔、胸、骨盤をまっすぐ向いているように合わせてください。常に腕も背骨も上下に引っ張り合っているように長く使っているというイメージでやるのがポイントです。正しくできていれば体側がすごく伸びていることがわかるはずです。5回ほど行ってください。背骨を長く使うことやお腹を使うということがあまりよくわからないという方は、次の運動をやってみましょう。
体育座りのような体勢になり、足は腰幅に開きます。両手は力を抜いた前習えのようなポジションをとります。骨盤をしっかり起こして、背骨を上にしっかり引っ張っておきましょう。息を吐きながら、下の背骨から順に丸めていきます。息を軽く吸ってから、吐きながら背骨を上に積み上げていくように戻っていきます。5回ほど行いましょう。必ず息を吐くことが一番最初になるようにイメージして、肋骨が閉じていき、お腹の力を感じたら背骨を丸めていくように気をつけましょう。頭が前に出ていったり、肩周りや首周りがこわばったり詰まったりしないようにしてください。背骨を引っ張っておくという使い方ができないと、ただ単に背骨がぐしゃっと潰れるような動きになってしまうので、こういった結果になりがちです。背骨を丸める動きが苦手だったり分かりにくい方は、クッションなどをお尻のそばに置いてあげるとうまくやりやすいです。どうでしたか？私は普段医療機関と提携したスタジオで運動指導を行っていますが、オンラインレッスンもやっているので、もっと自分に合った運動がしてみたいという方がいたら、ぜひ概要欄をチェックしていただいて、オンラインレッスンでお会いできたら嬉しいです。今後も皆さんがよく疑問に思うようなことをテーマに挙げて、ゆっくり動画を作っていくのでよろしくお願いします。それではまた会いましょう。ありがとうございました。